桃園国際空港から深夜バスで台中に向かいます。乗客証を手に入れたので入国審査は30秒でした。ラッキーランドは安定の外れです。宮原眼科では母に何か買っていこうかなと思ってたんですが、あんまりにも高くてですね、自分のシールを1枚だけ買いました。とにかくパッケージがものすごく可愛くって、全てのセンスが本当に可愛すぎました。袋まで可愛かったです。本当はトリプルとか食べたかったんですが、お腹が心配だったので一つにしておきました。宮原眼科のアイスをこちらでは座って食べられるのですごくいいと思いました。台湾フレーバーのアリサンウーロン茶にしました。ウーロン茶の味自体が新鮮で、アイスのウーロン茶ってすごくいいなと思いました。美味しかったです。なんかこうフラッと入ったお店ほど美味しかったりして、ここのお店も味がしっかりしていて、もつも鶏肉も柔らかくてすごく美味しかったです。平日の昼下がりの台中はすごく人が少なくて、バイクの排気ガスを吸いながら街並みを見て食べる麺線、最高でした。
いですか？これはものすごい広さなんですけれども、このサバヒーのスープが驚くほど美味しくてたまげました。甘みとだしと黒酢の酸味が加わって最高に美味しかったです。私は生姜とパクチーを抜いてもらったんですが、臭みはなくてサバヒーの風味を味わうことができました。地元の方の真似をして胡椒と黒酢を足したらさらに美味しくなりました。谢谢。very very 好好吃。啊，thank you，谢谢谢谢。谢谢。こちらも台南名物、表面がサクサクで中はお餅より柔らかくてすごく食べやすいスナックといった感じで美味しかったです。まるで家のようなんですけど、ホテルに帰ってきた時点で台南に感動して滞在を一泊延泊することに変更しました。その分の台北を一泊削って新幹線の予約も変更しちゃいました。肉燥头一个。谢谢。
前から気になっていたこちらのお店のローザオファンは甘辛く濃いめの味付けで、豚肉の脂もジューシーですっごく美味しかったです。スープも魚団子に八角やスパイスの風味があって、個人的に台湾を感じられる絶妙な美味しさでした。どちらも熱々で提供されて、この美味しさで2つで300円しないのは驚きです。谢谢，拜拜，谢谢。好好吃，不客气。谢谢。练啊，ですわ。谢谢。谢谢。はい、谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢。今回の旅でトーファの美味しさが分かった気がします。林百貨店のトーファは
見た目の美しさもさることながら、黒糖の甘みと上に乗った固めの砂糖のピーナッツが甘さがしっかり感じられるもので、すっごく美味しかったです。サイズはお腹いっぱいでも食べられる小さめな感じでした。店内の BGM やインテリアに昭和感があって、とってもいい時間を過ごすことができました。もしかしたらこの旅一番美味しかったものかもしれません。ふらっと寄ってよかったです。小さなお椀の中に甘みや豚の出汁が奥深く感じられて、ニンニクが効いたしっかりめの味付けでした。私はビーフンにしてみたのですが、極細の柔らかめのビーフンと担々麺のスープがこんなにも合うんだと、感動的な美味しさに驚きました。地元の人がビーフンで頼んでいた意味がよくわかりました。イカスープ。イカのポテンシャルを最大限に生かした一番シンプルな料理という印象の激うまスープでした。透き通るスープにはイカの出汁と甘みが出ていて、セロリのアクセントとボリュームのある柔らかいイカをよく噛んで味わうのに、私は30分かかったほど食べ応えがあります。こちらもやっと食べることができて大満足でした。本当に美味しかったです。会漂亮吗？
クレームブリュレ and アイスカフェ。 You want to choose the beans for your coffee? Up to you. You like bitter or sour? No bitter. No bitter. Okay.このお店で過ごす時間も特別な時間です。クレームブリュレは甘くクリーミーでサイズは大きめです。厚めのカラメルが香ばしくて酸味の効いた香り高いコーヒーとよく合います。ちょっと贅沢な値段ですが、私はこのお店で過ごす時間がとっても好きです。今日も曇りですかね。台南生活3日目。早朝に市場の朝ごはんを食べに行けるのが毎日の幸せです。你好，敲碗一个。一番興味深い台南名物でした。このミーガオは熱々のもち米の上にルーローファンの具の部分と甘い伝部、柔らかいピーナッツにきゅうりの甘酢漬けが添えられた、まさに台南の朝ごはんに食べたい一品です。全体的に甘辛く
想像の5倍くらいの美味しさでした。一緒に頼んだもつの薬膳スープのスーセンタンも癖のない優しい味わいの疲労回復に良いとされる台湾のパワーフード。もつは柔らかく、ミーガオとともに早朝から台南のエネルギーをいただけた2品でした。最高に満足です。谢谢，好好吃。拜拜。哦，流行感冒哦。台湾のお菓子はどれですか？これ？これ。ピーナッツ。ピーナッツ。うん。オッケー。これは？プラム。プラム。オッケー。オッケー。今回の旅は機内持ち込みサイズの小さなトランク一つで来たので、洗濯をしながら最小限の服で過ごしていました。ほぼ T シャツ2枚とボトムス2枚でなんとかしていました。台湾の方に溶け込みたくて、メイクは最低限の眉毛を描くぐらいで過ごしています。ナチュラルで小さいことを気にせずのびのびといられる台湾での滞在が私にとってすごく大切な時間でした。このホテルは疲れたら家に帰って休むように過ごせて、立地的にも部屋自体もとってもありがたかったです。絶対に食べたかったお店で、熱々に揚げられた生地の中にうっすらと甘じょっぱい味わい深いネギと肉のあんがぎっしり詰まったおやつです。何もつけなくても最高に美味しかったです。
谢。平日の昼下がり、お店のお母さんがひっそりと営業されています。エビ、肉を包んだ柔らかいでんぷんの生地を甘辛いソースでいただきます。ソースがかなり甘く、テーブルのニンニクと辛みを足していただきました。フォークですんなり切れるほど柔らかくて、すごく食べやすかったです。この全体的に柔らかくて食べやすい食感が私は好みでした。3つでかなりのボリュームでしたが、あっという間に食べてしまいました。好吃。好吃哦。喝2块钱，不再跟他讲日语吗？啊，好好吃。美味しいよ。谢谢，美味しい。谢谢，谢谢，ありがとう、さようなら。你不敢讲ありがとう，你讲さようなら。さようなら。さようなら。あ、Thank you 谢謝。あ、日本語がお上手ですね。おいしい。おいしい。うん。宝石のようにキラキラと輝く台南のフルーツたち。総合的にフルーツが食べたくてこのかき氷にしました。甘く熟れたドラゴンフルーツは日本ではまず食べられない美味しさ。甘いスイカやマスカットなど冬でも美味しい台湾フルーツの実力に圧倒された一品です。近くの席で一緒に食べたおばあちゃんとのお話もとても良い思い出です。コールド。冷たい。冷たい。冷たい。啊，内用。内用好，好换一下。这个，这个
里面肉。またまたフラッと入ったら激うま飯を発見。明らかに地元の方しかいない夜中までやっているお店です。細麺のワンタン麺のスープは薄味で甘みがありました。ワンタンを食べてみて驚きの美味しさ。あんに八角や漢方など台湾のスパイスが効いていて塩気があってアクセントになりました。正直あまり期待せずに入った分驚きました。やっぱり台湾でしか食べられない風味を味わえると最高の気分になります。ありがとうございました。内用。没有啊，内有饭后煎蛋。然后这边的早餐台南最後の締めのご飯はこのお店にと決めていました。視聴者さんから常々おすすめの皮付きのサバヒースープ。ほろほろと崩れるように柔らかい脂ののった新鮮なサバヒーを食べながら、これが台南の海で採れるサバヒーかとしみじみ思いながら食べました。皮まで柔らかくクリーミーで本当に美味しいです。頭以外ほぼ丸々1匹ヒレまで入っていて食べ出がありました。このお店はスープの具材にイカ団子なども追加できました。ローザオファンは甘辛くてコク深い味わい、スープによく合います。お店のお兄さんがとても親切な方で、その場でチャンネル登録してくださいました。台南最後の締めにこのサバヒースープは思い出のスープとなりました。暑い。今日は27度まで上がるそうです。2月だよ。
スがやっと入るぐらい。チベットバター茶を飲むつもりで来たのですが、この日とても暑かったので冷たいフルーツティーにしました。ブラッドオレンジジュースのような色のほぼフルーツジュースのような紅茶でした。視覚的にもフルーツがゴロゴロと入っていて、今まで飲んだことのない美味しさでした。このカフェで過ごす時間もまた特別な思い出となりました。視聴者さんから教えていただいたフルーツ屋さんの前から台南新幹線の駅まで行けるバスに乗って移動します。私は今回の旅の移動でこのバスが一番楽しかったです。所要時間は30分ぐらいで、台南の見たことのない景色や街の様子をたくさん目にできました。この門は何かと思ったら台南基地で戦闘機も見えました。そしてこのタージマハルのような白い外観が綺麗なチーメイ博物館も遠目から見ることができて、すごくテンションが上がりました。10秒空气符能够阻挡1。
最常用那一类的，然后还有那个什么。来简单介绍一下我们招牌的自然饮料、白虾、土豆水跟麦的咖啡做参考。有需要的。或者是那个皮子，然后像这边。食べ疲れでムカムカする中、これなら食べれるかなと思って夜市の近くで買ってきました。カップラーメンくらいの大きさですが、美味しくて 2,3 分くらいで食べてしまいました。黒糖のトーファにタロイモとレモンゼリーをトッピングしました。黒糖のシロップがすごく美味しくて、台湾で胃腸が疲れたらトーファを食べようという新たな発見になりました。今日はこれを食べて寝たいと思います。すがすがしい。台北か。你好，内用 Here, 鲜豆浆 OK， 谢谢。Here, Here. For 30. 30。Thank you，谢谢。谢谢。Number 11。11。OK Thank you。やっぱりこれが食べたくなります。日本にいるとき、定期的に鮮豆漿のことを考えていました。土曜日の朝の団地の敷地内で地元の方と一緒にいただきます。台南から台北に来て、やはり台北は薄味だなと感じました。醤油を足していただきます。朝から豆乳のおぼろ豆腐の温かさが染み渡る大好きな一品です。美味しかったな。決済中。不好意思哦，借过一下，我收一下垃圾。宝探しに来たように目を皿にしてあちこちのお店に吸い込まれていきました。陶器の町イングーラオジエはたくさんの観光客でにぎわい、色とりどりのさまざまな食器が並んでいます。私はここで買いたいものがありました。一日の終わりに台湾茶を飲むのが毎日の楽しみで、マグカップを探しに来ました。
この鶏のレンゲも気に入ったので購入。結局いろいろ見て回り、欲しいものを厳選するのが大変でした。この花のレンゲも買っちゃいます。お店によって小瓶やレトロなマグカップなどお宝が眠っている雰囲気です。この小さなラオジエは街並みの雰囲気もすごくノスタルジックです。台湾でおなじみ金魚の小皿は3つで100元とお買い得。あちこちに屋台も出ていて、お腹が空いたら何かにありつけます。小さなレンゲや昭和に見かけたフォークやスプーンもありました。カラフルな小瓶もとても可愛くて、帰りの飛行機の荷物制限を考えなければ欲しいものは数えきれないほど。台南で食べ逃した花鳥も炎天下の中甘くてとっても美味しかったです。Already. Thank you. Thank you. ワンタン麺内容。OK。台南で食べたワンタン麺が美味しすぎて、またフラッとワンタン麺を食べることに。しかしながら台北の味付けは本当に薄味で、調味料を加えないとほぼ味がないくらいに感じます。台南で食べた感動はないものの、平たい麺であっさりした熱々のワンタン麺をいただきました。谢谢，バイバイ。この梅漬けトマトを食べにここに来ました。台湾ビールとのツーショットは絶景です。玄味小籠包とピリ辛ゆでワンタンとともに贅沢ディナーの始まりです。ワンタンは山椒が効いた醤油ベースのタレ、刻み海苔、ネギとともにビールによく合います。薄皮でスープ多めの小籠包も安定の美味しさ。トマトは食べるのがもったいないほど美味しいので、一粒ずつ大切にいただきます。とにかく甘くて台湾の太陽の恵みに感謝。ただいま。半分くらい。
残ってますね。もうありがたさしかない。本当にありがとうございます。美味しい。台湾ビールの蓋まで可愛いですね。今日もいい一日でした。これを食べて寝たいと思います。おやすみなさい。Còn đâu anh マヨネーズ。マヨネーズ。甘い？甘い？同じ。スイート？你好，乾面。乾麺を頼んだつもりがごまのマージャー麺が、お店のお父さんがお豆腐をサービスしてくださいました。とにかく濃厚なごまだれ、細麺、もやし、ニラをよくかき混ぜます。塩味も甘さもなく、味付けは無味でした。そこで醤油を足したつもりが黒酢でした。これ酢です。辛み、醤油、酢を足した結果、なんとも不思議な味に。お豆腐は熱々で醤油ベースの甘辛いタレがとても美味しかったです。ご親切にありがとうございました。ありがとうございました。すごい、めちゃめちゃに重い。今日泊まるホテルに荷物を預けに来ましたが、LINE で連絡が取れず、30分後、エレベーターのパスコードが来ました。オーナーさんに話を聞くと、どうやらチェックイン前には積極的に荷物の預かりはしていない雰囲気でした。登場ウーロン茶宣言の香りしたいんですか？もいいですか？はい、了解です。本格的な台湾の茶葉を買いに、ディーファージェの近くのこちらのお店に、150g から購入できて香りを嗅がせていただけます。自宅用に東京ウーロン茶とジャスミン茶を、紅茶好きの親戚のお姉さんへのお土産に台湾蜜紅茶を購入。
日本語が話せる店員さんもとても親切です。150グラム。あ、これ見たいですか？あ、見たいです。ありがとうございます。大丈夫です。さつまいもとタピオカとタロイモ。暑いのでまたこちらのお店で杏仁かき氷を。さつまいもやタピオカなどのトッピングには味はついておらず、杏仁のほんのりとした甘さでいただくかき氷です。一人にはちょっと多いかもしれませんが、暑い時に杏仁が体に染み渡ります。高立さんをパトロール。ここに来ると漁師網バッグの新作のチェックと台湾ビールグラスを買ってしまいます。グラスはついにコンプリートしました。予約済みそして、おつはここに預かっていただけます。ここです。めちゃくちゃ可愛い。ホテルから近くの路地裏にある美味しそうなルーローファンのお店に、夕方に路地裏の台北、佇まいからして味のあるお店でのんびりとした時間が流れています。卵とルーローファン、とろみのある豚肉のスープをいただきました。甘めの優しい味付けのルーローファン、卵とともにいただきます。細切りたけのこ、柔らかい豚肉のスープは奥深くちょっと酸味があり、台湾のいろんなスパイスの味がしてとても美味しかったです。お店のお父さんはテイクアウトのルーローファンを一生懸命ご準備されていました。とても良い時間と美味しいご飯をありがとうございました。
サバヒって書いてある。ああ、懐かしいこのヒレ。かわいいやつあった。これを買ってみよう。瓶がかわいい。ちょっとでかいな。これでもでかいよな。これは台湾の白髪染めかな。日本のようにありますね。これ黒猫。はあ、すごい。これがありましたけど、荷物重い問題がな。これも美味しそうですね。あー、どうしよう。めっちゃ可愛いなこれ。これを買おう。キャロットかゲーミ、これを買おう。ガソリンスタンド。ホテルのすぐ隣に美味しそうな一人しゃぶしゃぶのお店を発見。ここで今回の旅の一人打ち上げをすることに。自分好みのタレを作り、座席に戻ると豪華な肉と野菜が。私はしゃぶしゃぶが大好きなので、お一人様大満喫してしまいました。沸騰した鶏のだしスープにキャベツ、トウモロコシ、キクラゲなどをどんどん入れていきます。締めのインスタントラーメンまでついて日本円約1200円とコスパ最強でした。ぐらぐらと煮えるスープを見ながらこの旅の素晴らしい締めくくりができて大満足な夜でした。冷蔵保存なんだよな。
累哦。